にちは、金子でございます。ということで、本日の食材がこちら。いろんな二枚貝っていうことでね、それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。いろんな二枚貝。っていうことでね、ここに、ムール貝と、アサリとハマグリがいます。正確にはここに潮吹きもいますね。で、今日はこちらを使って、パエリアを作っていきたいなと思います。僕初めて作るんですよ、パエリア。スタジオが新しくなったのでね、手間のかかったおしゃれで凝った料理も作っていきたいなということで、今日はパエリア作っていきます。でもパエリア作るにしては、ちょっと具材足りませんよね。なので、さっき朝一で追加で食材買ってきました。さて買いに来ましたよ。ちょっと今日は風が強いね。でもね、風が強くてもあるな。赤貝安いね、これ。一盛り1500円だって。安っ。板屋貝800円か。これもパエリア入れたら映えるけどな。ムール貝あるからいいや。探してるのはイカとエビですよ。もうちっちゃい青ナマコ。珍しい。黒ナマコも売ってるじゃん。これ結構珍しいね。あった。これいきましょう。どうぞこれください。モンゴイがゲット。あとエビだな。あるね。これいつも車エビだからたまにこういうのも入れてもいいな。これでいこうかな今日。池アカシャエビ。これめっちゃうまいんだよな。アカシャをください。これ。はい、ありがとうございます。まあそんなとこかな。そうだな、白身魚もちょっと入れた方がうまいと思うから、これ黒ムツが物いいから黒ムツも買おうかな。黒ムツと、あとスニーカーだけじゃなくて剣先、これも輪切りにして入れたいから、これも買いましょう。まあそんなもんでいいんじゃないかな。これアサリ今日用意したけど、これがいいな。これ買おう。すいません、アサリこれ1杯ください。はい、ありがとうございます。それでお願いします。ということで、追加で買ってきた食材がこちらですね。黒ムツ、剣先、コウイカ、アカシャ、大粒アサリですね。では仕込んでいきましょうか。まずはこちら、アカシャエビですね。車エビかどっちにしようか迷ったんですけど、すごく鮮度がいいんですよ、このアカシャ。まだね、生きてるんですよね。サイズ感もいい感じだったので、今日はアカシャエビを採用しました。殻付きでも入れたいので、大きいところを殻付きで残しときます。こんなもんでいいかな。あとは剥いちゃいたいと思います。まだ生きてるから剥きにくいな。はい、剥けました。そしたら殻付きの方は軽く洗って、そしたらここ、目と角一緒にハサミでパチンと切ります。こんな感じですね。パチンと。そうすると味噌がスープにより出るかなと思います。パチッと。見栄えはちょっと悪くなりますけどね。ここは好き好きでやってもらえばいいかなと思いますね。はい、これでエビの仕込みの完成。次は剣先行きましょう。今日パエリアなので難しいことしません。まずはツボ抜き。内臓とゲソを抜きます。そしたらここ、船が残ってますので、船取ります。ちょっと。そしたらまだエラが残ってますんで、エラも取ります。そしたら水で洗います。でも中ね、結構しっかりめに洗った方がいいと思います。意外とゴミとか餌が入ってたりするんでね、綺麗に洗います。そしたらゲソですね。ゲソは目玉を落として、で、くちばしを取って、で、ちょっと大きいので3等分ぐらいにしましょうか。で、ここの軟骨も入れる方は、こうやって内臓を取って、ここ軟骨ですね。これも入れてください。はい、これで剣先の大まかな仕込みの完成。ひとまず大まかに調理して、向こうで仕上げますんでね。で、次はイカはイカでも、じゃあ今が旬のコウイカですね。めちゃくちゃうまそう、こいつ。まずはこの甲を取ります。コウイカっていう名前がついてるだけあって、ここにね、入ってるんですよ。大きい亀の甲羅みたいなのがね。これを外しちゃいます。ビリビリビリと。コウイカって結構さばくの難しそうなイメージあるんですけど、これが取れちゃえばもうただのイカですのでね。ここ割ってビーって取ってもいいんですけど、こうグッと押して取るやり方もあります。まだ生きてますね、これ。ほら。わかりますこれ。まだ生きてます。すげえ透明感。めちゃくちゃ鮮度がいい。最高ですよ、これ。刺身にしたら最高にうまいと思う。ビリビリビリっと。はい、こんな感じ。そうしたら、甲羅を取った面から包丁を入れていきます。
で、包丁を入れるときに気をつけないかんのが、ここら辺に黒いの見えますよね。これ、コウイカの炭袋が入ってるんですよ。で、コウイカの炭って、本当にすごい量が出るんですよ。炭袋を潰すと、もう台所真っ黒になります。これです。こいつ特にすげえわ。ブリンブリンに入ってますね。そしたら炭袋が見えたら、これを割らないように取り出します。これ上手に取れました。これイカスミパスタとかしてもね、美味しいと思います。こんだけ鮮度が良かったらね、絶対うまいと思う。で、コウイカっていうのは、ゲソにめちゃくちゃ価値がある。ゲソが本当に美味しいんですよね。もちろん身も美味しいんですけど、ゲソもまたね、違う味わいがあるんですよね。うまいんですよ。そしたら、肝を外します。うわ、この肝もこんだけ生きとったら、刺身で食べたらうまそうだな。こういう形になりました。そしたら、僕はここ一回落としちゃいますね。ここは軟骨として食べます。で、あと目が入ってますので、目を落としていきます。一番簡単なやり方は、ここ、バスッと1本入れて、これで落としちゃうと。こんな感じですね。そしたら、裏側から切れ込みを入れて、開いていきます。で、開いたらくちばしが出てきますので、くちばしを取ったら、はい、こちらゲソの仕込みの完成ですね。今日はモンゴウイカの胴体は使いません。ゲソを使っていきます。またモンゴウイカは詳しく動画にします。で、最後ですね、これ、黒ムツ。すごく良かったんですよ、今日黒ムツがね。赤ムツもあったんですけどね。今日はあえての黒ムツ。やっぱり白身魚の旨味があるといいなと思いましたのでね。しかもサイズ的にもね、ちょうどいいですよね。で、朝どれなので鮮度がめちゃくちゃいい、これ。最高の鮮度感。頭落としていきます。これね、刺身でもいけるな。ほら。まだ身がもうツヤッツヤ。そしたら3枚におろしていきます。身が包丁に吸い付いてくる。つい2、3時間前は生きてたっていう身ですね。こんな黒ムツ初めてさばいたな。よいしょ。ちょっと失敗しちゃった。で、腹骨を落とすと。はい、とりあえずこれで黒ムツの仕込みの完成。では、ざっくり仕込みが終わりましたら、こちら仕上げていきます。まずは黒ムツ。で、黒ムツはここに中骨が入ってますので、中骨抜いちゃいましょう。このぐらいの骨気にならないよって方は抜かなくてもいいんですけど、今日は丁寧に仕事していきます。だいたい太い骨が入ってるのはここら辺までですね。3分の1ぐらい。そしたら切り身に切っていきましょうか。小さめにこのぐらいに切っていきましょう。1、2、3等分。こっち側もですね。1切れ、2切れ、2切れと。そしたらケンサキイカも輪切りに切っていきます。だいたい1センチぐらいですね。1センチぐらいにザク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 と切っていきます。はい、OK。そしたら次、モンゴウイカのゲソですね。新鮮なので、ぬめりがかなりついてます。なので、一度塩もみしていきましょうか。ちょっとここ長いところ切りましょうか。ボウルに入れて、ぬめり取るときは粗塩がいいですね。こうやって揉んでいきます。モンゴウイカは結構ぬめり出るんですよね。また新鮮であればあるほどぬめりすごいのでね。できるだけ塩もみはした方がいいかなと思います。こんだけぬめりが出ますからね。よし、こんなもんでいいでしょう。そしたらモンゴウイカのゲソを1本ずつ切っていきましょうか。鮮度いいなぁ。まだ生きてるわ。これは本当に朝一に行かないと買えないレベルの鮮度ですね。すごいわ。はい、こんな感じですね。はい、では貝類以外の仕込みの完成。じゃあ次は貝行きましょうか。そしたらアサリとかハマグリ、こういう砂の中に生息する二枚貝。これガラガラっと洗ってすぐ使えばいいじゃんって思うじゃないですか。スーパーとかで買ったやつはよっぽど大丈夫だと思うんですけど、朝一で買ったものは本当に取れたてで、いい意味でも悪い意味でも人の手が加わってないんですよ。だから選別がちょっと甘かったりする場合があるんですよね。なのでご自宅で選別していきます。で、何を選別するかというと、特にアサリに多いんですけど、爆弾っていう殻の中に入ってちゃダメなものが入ってる場合があるんですよ。で、爆弾にも2種類あって、1種類目がアサリの中に泥がパンパンに入ってるやつ。で、もう一つがもう死んじゃって身が溶けちゃってるやつですね。こういうものをね、爆弾って言うんですよ。で、爆弾が料理の中に入っちゃうと最悪です。でもそれを簡単に判別する方法。
あります。まず泥爆弾の調べ方ですね。バットかなんか用意してください。で、バットの上に、このぐらいの高さから、バーッと落とします。で、そして落下したところを確認します。砂がね、ついてないですよね。砂爆弾が1個でも入ってると、ここにね、ザラザラっとした砂が出るんですよ。で、砂がついてる場合は、この中に砂爆弾がいますので、そしたらこうやって確かめていってください。爆弾が入ってないんで、みんな詰まった音してますね。爆弾はね、カランカランって音がするんですよ。で、音がすると同時に手に泥がたくさんつくんですよね。なんで、爆弾がおったなと思ったら、こうやってどんどんより分けてって、最終的に爆弾を見つけてってください。で、もう一つ腐った爆弾。これ見分けるのは、もうね、嗅覚です。もう僕は匂い嗅ぐ。もうこれしかないですね。で、とにかくくせえんすよ。洗ったアサリとかハマグリをめちゃくちゃ鼻に近づけて嗅ぎます。で、なんかくせえなと思ったら、腐ったやつがいる可能性高いので、しっかり見たってください。で、また特にこういうちっちゃいアサリはね、よく爆弾がおるんですよね。今時期なので、アサリはもう身がパンパンです。今アサリは絶対食べてください。春先のアサリっていうのは、卵を蓄えて最高にうまいです。よし、そしたら野菜切っていきましょう。今日使うお野菜が、セロリ、人参、玉ねぎ、そしてニンニクですね。セロリは茎の部分を使います。筋を取って、で、みじん切りにしていきます。で、次は人参ですね。人参もみじん切り。で、玉ねぎ。玉ねぎもみじん切り。で、ニンニク。ニンニクもみじん切り。そしたらフライパンに火をつけて、そこにオリーブオイルたっぷりと。で、そこにイカを加えていきます。イカはちょっと焦げ目がついたぐらいの方が旨味が出て美味しいみたいなのでね。で、イカに火が入ったら玉ねぎ、セロリ。で、お野菜が透明になるまで炒めていきます。はい、そしたら野菜に火が入ってきましたら、そこにトマト缶を加えていきます。トマト缶を。で、ここでトマト缶の水分をしっかり飛ばして、旨味を凝縮。でね、まだちょっと水っぽいですよね。もうちょっとです。はい、トマトの水分が飛んだら、お水。600cc。で、強火にして、そしてこちら、僕初めて使うサフランですね。サフランを、このぐらい、もうほんのちょっと。パラ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 っと。これでだいぶ色が出るんですって。ふつふつとしてきたらそこに黒むつ。で、エビ。むき身と、あとこちら、殻付きも入れていきます。そしたらそこにアサリ。二枚貝の旨味をたっぷりと。パエリアといったらこの二枚貝。ムール貝ですね。ムールも入れていきます。そしたら蓋をして一煮立ちさせます。はい、では火が入って二枚貝の口が開いてきましたら、一度魚介を全部取り出します。はい、そしたらこのスープにお米を入れます。で、お米は洗ってないやつを入れるらしいですね。洗ってあるやつだと水が入り込んじゃってるんで、魚介のスープを最大限に吸ってくれないんだと思います。ドサッと入れるんじゃなくてパラパラーっと入れていきます。で、これで蓋をしないで強火で5分、弱火で12分煮ていきます。はい、で、こうやってパチパチパチとしてきたら弱火にします。成功するかな。で、これ弱火で12分ぐらいやっていきます。はい、ではいい感じになりました。こういう風に水分が飛んでお米に火が入りました。そしたら強火にして、で、これで30秒ほど強火で
おこげを作ります。で、ちょっと香ばしい香りがしてきたら、これで完成です。で、あとはここに先ほど取り出した魚介を盛り付けていく。ムール貝。あんまり身入ってませんでした。まあ、出汁は出たのでね、いいとしましょう。で、冷蔵庫にたまたまあったマダコも入れましょう。マダコはあえて刺身の感じでレアっぽい感じを出していきます。で、レモン。で、最後にイタリアンパセリを添えて緑を加えていけば、はい、こちら朝市で買った食材で作ったパエリアの完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。さあ、上手にできたかな。初めて作ったんでね。まずおこげの具合。ちょっとおこげはね、少なめ。ちょっと柔らかいかな。もうちょっと弱火で火通した方が良かったかもですね。こんな感じ。ちょっとリゾットっぽいですね。これはもう少し火通していきます。試作なしの土所圏の料理はやっぱこういうことありますね。またこれもリアルで良いのかなと思いますよ。で、僕あんまパエリアって食べたことないんですよね。多分人生で3回目とか、そんなもんですね。こちら、いただきます。味はめちゃくちゃうまい。すっごい海鮮の味。ここおこげすごいわ。ここはすごい。おこげのとこ美味しい。やっぱトマトソースと魚介の相性って半端じゃなくいいですね。今黒ムツと一緒に食べたんですけど、むちゃくちゃうまい。これはね、白身魚入れて正解ですね。で、もう少しやっぱ水分が飛んどると完璧でしたね。これね、このアサリとハマグリの出汁がすっげえ効いてる。トマトソースに負けてない。パエリアこんなうまいんだ。追加でちょっと火を通してきました。いいですね。まあ、水分が多かったら多いで、それはそれでありなんですけどね。ちょっと柔らかめでね。いい。ちょうどいい。この感じだ。はい、ということで今日はこちらの海鮮パエリアときましたら、お飲み物、こちらでいきたいと思います。せーの、でん、銀色のやつ。朝から銀色をかましていく。この朝飲む銀色ってなんでこんなうまいんでしょうかね。この特別感というかね、朝から悪いことしてるっていう感じもいいですよね。7対3ですね。いただきます。早起きするといいことあるね。それじゃっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は朝市で買った新鮮な魚介類を使って初めてパエリアを作ってみましたけども、点数的にはね75点。味は美味しかったけど出来上がりもうちょっと水分が少なかったら完璧かなと思いましたね。ほんでアサリとか二枚貝がとっても美味しい季節になってきましたね。また今年も潮干狩りの動画とか上げていきたいですね。というわけで今日はありがとうございました。バイバイ。